石を張っていきます。サンゴの堆積した井戸のやつを引っ張ってきてるんです。井戸水。柱に使ってる石と同じ素材を使おうかなと思って。和洋折衷という感じのここの高さがあるんで、石を積んでつながりで植栽系をできるだけこっちに埋もれてるやつを使っていきたいと思う。これなんか多分一般的に植わってたら切っちゃうんじゃないの。こういう系の中には動きとして使えるんで。一応ですね、この柱の基礎の部分を自然石でこうやって土台が巻きました。ちょっと柱が和の世界に合わないんで、柱自体をちょっと模様を変えようかなと思って、この柱も化粧一応していきます。まあここぐらいまではちょっと自然石で囲っちゃいます。土台が巻きました。で、あと中を化粧していくんですけど、まず最初にじゃあ中だけを型枠を作って充電して固めちゃいます。でいっぺんにやるとちょっと充電しにくいんで、半分ずつ充電していきます。固く取っちゃいます。片服を上にまた打絶するんで使います。そのまま。そうそう、上までコンクリートを使っていくんで、これをモルタル入れた時にこれがね、それほど引っかかる鉄筋代わりな、これでモルタルが流れ割れてもこれにモルタルがひっついて割れ落ちる。木と
ボトルの圧着がつけるわ。一応あとこうやって中をコンクリートで詰めたんで、これから石を張っていきます。ここに張っていきます。石はこれはサンゴ石、沖縄のですねサンゴ石こういうサンゴの堆積しただからこうなってるんだけど、これを片面こうスライスした針用に作ったやつ。本体のどこでも使ってるんで、そのつながりとして圧着白です。ああ、これね、井戸のやつを引っ張ってきてるんです。井戸水。一応ここにホース、流れの循環用のと、あと立ち水栓、水を出すために給水のパイプも入れるために。これは今ちょうど真正面の大家の方にその壁の裏に井戸が掘ってありまして、だから今こちらの方の本邸の方もほとんど冠水においては井戸の水を使ってますから、こっちも井戸の水をちょっと引いとこうかなと思ってます。であと流れの保水のための水も井戸で使いたいんで。
まあ一箇所もないんで、ここから冠水するのに一応そうそうそう。でここ石張っちゃいます。石はそう今柱に使ってる石と同じ素材を使おうかなと思って、まあ形石みたいな感じで。この一応4本の化粧も一応これで終わりました。ちょっと柱のようなのあれだと絵柄的に弱いかなと思って、この柱が4本立っちゃうんで、まあ結構メインなちょっと一番堂々とした形でいいのかなという感じで。